はい、皆さんこんにちは、ゆうぞうです。今回の動画はですね、年末の動画でも少し話したんですが、40代からの男性美容シリーズと、目的としてはファッションと一緒で、いくつになっても清潔感のあるかっこいい大人になる努力をしましょうということでね、このシリーズを撮っていきたいなと思っております。で、その第1弾がシミ取りレーザーをやってみたという動画にしたいなと思ってます。もうね、すでにね、実際やってやってから1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まず最初に結果から言っておきますと、実際治療をしてね1ヶ月経ったんですが、シミはですね実は増えました。このね、なぜ増えたかっていうのも含めてねお話ししていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは大人のファッションを現役デザイナーの僕が紹介しているチャンネルとなっております。ファッションを含めこういった美容のね動画も撮っていきたいなと思ってますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、ではシミ取りレーザーについてねちょっと話していきたいなと思うんですが、皆さんシミ取りレーザーというのはご存知ですかね。シミ取りレーザーとはというところで話すると、メラニン色素を破壊してシミなどの色素沈着を改善する治療だと。でこれやるきっかけなんですけど、僕は30代後半ぐらいから少しずつねこのこめかみとかこの辺にかけてちょっとずつねなんかねシミっぽいのができてるなというふうに思ってて、それが30代後半から40代にかけてね少しずつなんかね目立つようになってきたっていう感じですね。ちょうど1年ぐらい前に僕の妻がですねこのシミ取りレーザーをしまして、で僕の妻は僕よりも全然若くて30代前半なんですけど、やっぱりちょっとシミが気になるっていうので自分でいろいろ調べてシミ取りレーザーを1年前ぐらいにねしたんですけど、それはねすごいねやっぱり綺麗になっててですね、でそれを見てチャレンジしてみたいなと思ったのがきっかけになります。で実際治療を受けたのが12月の19日ですね。治療を受けました。で治療をやる前の写真がこちらになります。左側がねちょっと分かりやすいんで左側の写真を中心に見ていくんですが、このこめかみから頬にかけてのこの横の部分ですね。写真ではねそんなに濃く写ってないんですけど、実際見るとね結構濃かったです。でこの辺がこれがなんか左右にあって、これがねすごい気になってたというような感じですね。で僕が行ったのは、シミ取り治療を行っている皮膚科に行きました。最初に、診察ですね。診察を受けて説明を受けて、で一応そういうレーザーの治療なんで同意書みたいなのにサインをしてから治療を行うというような感じですね。治療をしたのはこんな部屋ですね。機械があってベッドがあるみたいな感じの部屋になります。でここに移ってこのベッドに寝ておくとまた先生が来てくれて、実際レーザーを打っていくというような感じですね。このレーザー結構ね痛かったですね。かなり我慢しました。僕そんなに痛がりじゃないと思ってたんですけどね。でやった直後の顔なんですけど、これですね。分かりづらいんですけど赤く腫れた感じですね。もう病院出てすぐ写真を撮った感じなんですけど、めちゃくちゃこの時はねめちゃくちゃ痛かったです。でも実際痛み自体は1時間2時間ぐらいで引いてくるので、耐えれる感じかなと思います。翌日の写真がこちらになります。赤くなっているのがわかるかなと思います。この赤くなっているところはね全部レーザーを当てた部分になります。結構ね広い範囲を当ててくれてます。2日目ですね。2日後がね一番赤く見えますね。もうこの時には全然痛くはないですけど、かなり赤く腫れ上がってるというような感じです。で3日目ぐらいになってくるとやや赤みが引いてきたというような感じです。撮影場所が違うんでちょっとね光の加減が違うんですけど、3日目にはねかなり赤みは引いてきたというような感じです。5日目ですね。で5日目にもなってくるとレーザー当てた部分が、かさぶたになってきて少しずつ取れてくるような感じですね。で赤みはかなり引いてきたような感じになってます。で1週間後ですね。かさぶたもほぼ取れて赤みもかなり収まってきたというような感じですね。今見返すと治療して1週間ぐらいがかさぶたも取れて赤みも引いて、この後なるんですけど色素沈着って言ってね少し黒くなって
くるんですけど、それもね一番少ない時期がねこの治療後の1週間、今振り返るとね治療後の1週間目ぐらいがね一番綺麗だったんじゃないのかなと思います。で10日目がこれですね。よく見てもらうとこれ写真で少し出てくるんですけど、レーザー当てた部分が少しね黒くなってきてるの分かりますかね。はい、これがなんかなる人とならない人がいるらしいんですけど、レーザー当てた部分の色素沈着と言われるものらしいです。でここから徐々に濃くなってですね、この写真が3週間後ぐらいになるんですけど、ちょっと写真だとね分かりづらいんだけど、この辺がね少し黒くなってるのが分かるかなと思います。今もねちょっと黒くなってるんですけど、今ライト当ててるんで少しね分かりづらいんですけど、こういう状態となっております。なんで最初の状態よりもこの色素沈着してる範囲が広いんで、なんかねシミが増えたような感じになってますね。湘南美容外科さんのサイトにこの症状をね分かりやすく説明している図があったので、そちらご紹介するんですけど、これですね。シミ取り後の経過と、最初にちょっと濃い部分があって、レーザーを当てて2週間後赤みが出る状態によってかさぶたができない場合もありますと。ここで矢印が二手に分かれてるんですけど、うちの妻はこのまんま普通にもう綺麗になったというようなタイプの人でした。なので一回かさぶたになってそれが剥がれ落ちて徐々に他の肌の色と馴染んできてすごい綺麗になったというような感じです。で僕の場合はこの下ですね。下なんですけど、レーザーによる炎症後の色素沈着により一時的にシミが濃く大きく見えることがあります。最初の診察の時に先生から説明もされたんですけど、一部の人でこういうふうにレーザー当てた部分がシミが濃くなる人もいますみたいなこと言われてて、あ、そうなんですかって言ってたんですけど、まさかそれが自分だとは思わずですね、その部分が今濃い状態になってます。図にあるようにこれについては、3ヶ月から6ヶ月、このうちの病院の先生はね6ヶ月から長い人だと10ヶ月とかって言ってたんで、人によって違うと思うんですけど、少し期間を置くと他の肌と馴染んで綺麗になってきますというような感じでした。その間はねできるだけ日焼けしないでくださいとか注意事項はいろいろあったんですけど、半年ぐらいで綺麗になるというような感じでした。だからなんかレーザーを当てて1週間2週間で綺麗になるのかなと思ったら、僕の場合は結構半年ぐらいかかるということで、今は逆にシミが増えております。で皆さん気になる、じゃあいくらかかったんだというお値段の話なんですけど、これは病院によってねやっぱいろいろ値段が違います。なので僕の受けたところのお値段お伝えしたいなと思うんですが、僕が受けたのは東京都内にある皮膚科で、ちょっとね病院名はご迷惑になるとあれなんで、この場ではね言わないでおこうかなと思うんですけど、金額はねいいかなと思うんで言っときます。で比較的僕がやったところはね安いとこになります。ここに領収書があるんですが、最初初診料診察料が取られましてね、初診料については3割負担となっておりまして860円で、その後レーザー治療をしたんですが、これはもちろん保険適用外と。項目としてはスイッチレーザー200ショットと、僕の行った病院は打ち放題で200ショットまでが2万円になります。で僕は目につくところ、先生が見てシミになってるなって思うところ全部打ってもらって、最終的には200ショット以内だったんでこの金額でした。でこの病院は200ショット以上3万円というような感じです。結構これ値段についてはピンキリで、僕もネットでいくつか見たんですけど、取り放題とかになるとやっぱり5、6万するようなところが多かったんで、この病院は比較的良心的なお値段だったんじゃないのかなと思います。でそこから、2週間後にもう一回経過を見せに来てくださいということで、僕の場合は年末だったんで年末挟んでお正月明けた、1月の頭に行ったんですが、その時は再診察料が自費でかかりまして1100円かかりました。今なってるこの黒いのはそのうち取れるということで、もしも取れなければもう一回来てくださいというふうに言われました。なので4月とか5月とかそれぐらいになってもこの黒いのが目立つようだったらもう一回病院に行こうかなという感じなんですが、今のところかかったお値段としては2万1000
960円という感じです。これが安いのか高いのかというところは人それぞれかと思うんですが、比較的僕調べた中では結構ね安い感じでした。でも安いからといってその技術とかそういった機材とか変なわけでもないし、先生も男性の先生だったんですけど、すごいさっぱりした先生で説明も分かりやすかったんで、この値段でねこの治療ができたのですごい良かったんじゃないのかなと思ってるんですが、シミがね今まだちょっと残ってるんで、その点が気になるところではありますが、これがね良くなると信じてしばらく待ちたいなと思います。はい、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。シミ取り治療ね、なかなか男性でする人はまだまだ少ないのかもしれないですけどね、やっぱそういうの気になる方もいらっしゃると思うので、この動画を参考に検討されてはいかがかなと思っております。ではこの動画参考になったよという方がいればチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。